皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、今世界規模で起きている異常気象によって、私たちの日常はあっさり失われるという現実があるという認識と、恐ろしいことにそのような状況になった時に、政府からの援助の手はあまり期待してはいけないかもしれないという情報をシェアしていこうと思います。私たちは自分や家族の身を守る上で、異常気象によるゲリラ豪雨や土砂崩れの多発に気をつけるだけでなく、なんと政府による救済の遅れも発生している現実からも、ますます自分自身の身は自分で守るというマインド設定が必要になってきています。このような国民の生命が軽視されているという傾向が特に強いのは中国ということになりますが、それがアメリカでも起き始めているから驚きです。その傾向は日本でも見られるようになってきているので由々しき問題なわけですが、日本は特に世界的に見ても自然災害が多い国の一つであるということで、これから先は身を守るということに関して認識を大きく変える必要がありそうです。それらの背景にはこのチャンネルでもいつも言っていることですが、日本という国の共産主義化、全体主義化が進行しているということがあると思います。ぜひ最後までご視聴いただき、私たちに迫るリスクの一つとして情報のアップデートにお役立ていただけたらと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、YouTube では配信できませんが、皆さんの身を守るために重要な情報はメディアブルで配信しておりますので、そちらもご覧いただければと思います。さて、冒頭でも言いましたが、今現在世界中で異常気象による災害が頻発しています。災害とは主に洪水や土砂災害、他には強風などがあるわけですが、他国で起きている被害の大きさは私たち日本人にはイメージできないような規模で発生しています。近年の日本でも災害は起きているわけですが、観測史上初とか何十年に一度のという表現がされています。確かにゲリラ豪雨というものを経験すると、その凄まじさに驚くことになります。この地球規模で起きている異常気象も大きな問題となりますが、それに加えて本来国民を守るべき政府が、その責任を果たさなくなってきているという現象が起き始めていることを知っておく必要があると思い、動画を作成しました。このチャンネルではご案内した通り、自分や家族の身を守るために必要な情報を発信しているわけですが、こうしてチャンネル運営をやり始めて感じることは、私たちに迫る危機というものがあらゆるセクターにおいてその可能性があることに気がつきます。あらゆるセクターとは、このチャンネルの再生リストに挙げているように、戦争、金融、自然災害、政治などが挙げられ、各セクターの危機によって私たちに迫る危機とは、生命の危機はもちろんのこと、財産の危機や食糧危機などがあります。今回取り上げた方がいいと思ったのは、アメリカ南部で起きているハリケーンとアメリカ政府の対応についてです。主要メディアによってアメリカのハリケーン被害の大きさを報じているかもしれませんが、とんでもない被害が出ています。ところがある意味それ以上に恐怖を覚えるのは政府の対応となります。まずはアメリカのハリケーンのことについて情報を確認します。日本では台風と言いますが、アメリカではハリケーンと呼ばれています。単に日本語の英語表記ではなく、明確な違いがあります。共通していることは熱帯低気圧から起きるということなのですが、その発生場所とその規模によって明確な違いがあります。その違いとはご覧の通りで、ハリケーンの方が日本の台風よりも規模が大きいことがわかります。そういうこともあってアメリカでのハリケーン被害というのは、私たち日本人からすると驚きしかないわけです。ちなみに2024年に入ってからアメリカ南部を襲ったハリケーンの発生日時と名前は以下の通りです。ハリケーン、ヘリーン発生日時、2024年9月26日。ハリケーン、ミルトン発生日時、2024年10月9日。となっており、日本の場合は台風何号というような呼び方をしますが、アメリカの場合はその名前の付け方に一定のルール、例えばあらかじめ作成された男性名と女性名を順番につけていくなどがありますが、今回は話がそれますので割愛します。エリーンは2024年9月26日にフロリダ州に上陸し、その後北上してジョージア州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、テネシー州に大きな被害をもたらしました。このハリケーンによる死者は160人を超え、特にノースカロライナ州での被害が甚大でした。そしてミルトンは2024年10月9日にフロリダ州に上陸しました。このハリケーンはメキシコ湾内ではカテゴリー5の勢力を持っており、
フロリダ州南部のシエスタキーに上陸する際にはカテゴリー3の強さを保っていました。このハリケーンの影響で少なくとも16人が死亡し、約300万世帯や事業所が停電しました。これらのハリケーンはアメリカ南部に甚大な被害をもたらし、多くの人々が避難を余儀なくされました。特にミルトンの上陸時には先月のヘリーンの影響がまだ残っている状況であったため、被害が重複し、さらに深刻化しました。問題はこれらのハリケーン被害を受け、アメリカ政府が取った対応です。実はノースカロライナ州を襲ったヘリーンによる死者数は先ほど160人を超えると言いましたが、実際の被害はもっとひどいことが分かっています。エポックタイムズの報道によりますと、特にアッシュビルのフレンチブロード川沿いには大規模なホームレスキャンプがあったのですが、そこにヘリーンの猛威が振るい、かなりの数のご遺体が発見されています。その数は数千人にも上り、ご遺体は川の中はもちろんのこと、飛ばされて木々の間などあちこちに点在しており、町に設置された複数の移動式遺体安置所は満杯になっているといいますから、現地は地獄絵図となっていると予想されます。この被害はアメリカ史上最大規模になるもので、政府の救援活動が求められるケースです。ところが、記事によりますと10日以上経っても救助活動が開始されていないというのです。にわかには信じがたい話なのですが、どうやら事実なのです。今回のような非常に大きな自然災害に対応するアメリカの政府機関といえば、連邦緊急事態管理庁 FEMA という組織があるわけですが、先日国土安全保障の長官は、なんと FEMA の資金が枯渇したので、今後のハリケーンの救済はできないと発表したのです。さらにこの10月2日に行われた記者団への発表で、アレハンドロ・マヨルカス国土安全保障長官が、大西洋の残りのハリケーンシーズンでアメリカ人を支えるための資金がないと述べたことに対して、人々から激しい怒りを巻き起こしてしまいました。というのも連邦緊急事態管理庁 FEMA が移民危機に対処するために2022年秋以来14億ドル、約2000億円以上を費やしてきたからです。その移民危機というのは民主党政権によるもので、莫大な予算を移民のための宿泊施設や現金付与などをしてばらまいていたことはアメリカ国民はよく知っているわけです。にもかかわらず、というわけです。現在のバイデン政権がウクライナ支援などに投入した税金の総額は、2024年10月時点で約1740億ドル、約26兆1000億円に達しています。しかしアメリカ国民に甚大な被害が出ている状況でお金がないというのはとんでもないことだと思います。このもっと極端な状況は中国となるわけですが、つまり今何が起きているのかというと、このチャンネルでもいつも繰り返し言っているように、世界全体が共産主義化、全体主義化に向かっているというわけです。世界全体ですから日本も間違いなくそのような方向にシフトしています。共産主義化、全体主義化というのはざっくりどうなるのかというと、個人の自由など全く認められませんし、国が国民を守るという概念はないと言ってよいと思います。そのような体制下では、国が国民から税金として絞れるだけ絞り取って利権者たちが懐に入れるということが起きます。その極端な例はやはり中国共産党高官を見れば明白で、一人で100兆円もの不正蓄財をしていたなどの実績があります。アメリカの現大統領とその息子は、国益を損なってでも自らの懐を潤すということが疑惑としてあり、今後はどんどん明らかになっていくのだと思います。では日本においてはどうでしょうか。察しの良いご視聴者様でしたら何を言わんとするか分かっていると思いますが、日本も確実にそのような方向にシフトしています。日本においては2024年1月1日に能登半島地震が起きました。マグニチュード 7.6 の巨大地震が、大地震の起きる可能性が 0.3% から 3% と言われていた能登半島を襲いました。日常は一瞬にして奪われ、極寒の中避難生活を余儀なくされてしまいました。しかしあれから10ヶ月が過ぎた今現在も復旧のめどが立っていないと言われています。その原因は様々でしょうが、SNS で確認するに水道などのインフラ復旧のため、作業員の方々の苦労は想像できないほどの困難を極めていることが伺い知れます。ところが国や自治体からは、例えば道路復旧のためのアスファルト手配の指示がなくて何もできずにいる現状があるようです。おそらく自治体においても現場の第一線にいる方々の苦労はかなりのものであると予想されますが、あくまでも想像ですが、問題はトップ層の問題だと思われます。そしてつい先日行われた自民党総裁選でもそうですし、衆議院議員総選挙が決まった時には、ここぞとばかりに能登半島地震の被災者慰問を行ったりと、
国民からは自分のことしか考えていないという怒りの言葉が出るのは当然だと思います。そして能登半島だけでなく、近年全国で起きている自然災害の復旧に対して予算がないとは言わないまでも、補正予算を組まず予備費で対応することに対して誠意が見られないとも言われています。そんな中、日本の岸田元首相はアメリカ同様、ウクライナ支援に累計約1兆7000億円もの莫大な税金を投入しています。これらの事実を俯瞰してみると、なんだか似たような傾向を感じることになるのではないでしょうか。さらに石破新首相の政権では、今後は明らかに増税路線まっしぐらであることも分かってきました。ちなみに2023年度の日本の税収は、過去最高の72兆761億円に達しましたし、所得税は約 2.1% 減少し22兆530億円となりましたが、消費税は過去最高を更新して23兆923億円となりました。このように2023年度は4年連続で税収が過去最高を更新したことが公開資料から分かりますが、庶民の暮らしはどうなっているのでしょうか。そして被災した方々への救済はどうなっているのでしょうか。日本は中国やアメリカとは事情が違うということはもちろんのことですが、世界全体が共産主義化、全体主義化の方向へ向かっていることは世界経済フォーラムが目指すアジェンダからも分かります。この件についての動画も過去に配信していますので、再生リストからぜひご覧ください。結局私たちの国で今後何が起きてくるのかというと、確か小泉純一郎元首相が言い出したと思いますが、国民の自己責任という概念をしきりに強調して政策に盛り込んできました。あれから15年以上経過した現在で起きていることといえば、非正規雇用労働者の増加と国民の貧困化、所得格差だと思います。それは規制緩和という名の売国行為の結果となりますが、最近では岸田文雄元首相が国民の責任という発言をし、防衛費の増額を賄うための増税に関して、今を生きる国民が自らの責任としてその重みを背負って対応すべきだと述べたことが大きな波紋を呼んだと思います。そしてその政策を石破新首相が継承することが分かっています。これらのことから分かるのは、今後私たち国民はどんな不測の事態が起きても国からの援助を期待することはできないということが考えられます。自然災害の多い国日本、そして食料とエネルギーのほとんどを輸入に頼る日本、アメリカに組みし、ロシアをはじめとする資源大国と敵対する立場を取った日本においては、どのシナリオからでも食料危機はあっさり起きてしまうという現状を理解して、自己責任で生き延びる対策をしておかなければならないと理解した方が良さそうです。いかがだったでしょうか。世界全体が共産主義化、全体主義化に向かっているという現状はかなり危機的状況だと言えますが、一方でそれに対抗した勢力、つまり私たちにとっては救いの勢力となるわけですが、その勢力の勢いが増していることは希望の光だと思います。それは自民党総裁選が残念な結果になったものの、その結果何が日本国内で起き始めたかというと、日本を売国している議員のあぶり出しに成功したと思います。そのリストがネット上に出回っているので、衆議院議員選挙においてはしっかりと日本の将来について考え投票してほしいと思います。また直近何回かに分けて配信してきた食料危機に関しての動画もしっかりと見ていただき、経済的余裕がない方は特に自分の身を守るための備蓄をしてほしいと思います。食料備蓄が必要となる状況というのは決して地震などの自然災害だけではありません。日本においては中東戦争の戦火が広がっただけでも起こり得ます。特に経済的に苦しい方は物価高騰によって目の前に食料があるのに買うことができないというパターンの食料危機が起きてしまいますので、特に情報にアンテナを張って自ら考えて行動することをお勧めします。状況はきっと好転していくと思いますので、その間生き延びるための取り組みが必要になります。共に歯を食いしばって生き抜いていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。